初めての方は初めまして。いつも動画を見てくださってる方にはこんにちは、ゆっくりラドリーよ。今回からやっていく解説動画では、デッキ紹介の動画でよく使っている展開ルートなどを深掘りしていくわ。そして第1回目の解説では、チャンネル初期から使っているテレフォンルートについて深掘りするわよ。目次の通りにタイムスタンプも用意しているから、このあたりは知っているな、先に展開例の見たいな、などという方は活用してみてね。それでは、動画に入ります。まずはそもそものテレフォンルートについてよ。語るのにうってつけのまんじゅうがいるから、後の解説はそのまんじゅうに任せるわね。任せられたゆっくりテレフォンなのだ。ここからは僕が代わりに解説していくのだ。それで僕のループについてなんだけど、簡単に言えば僕が2体揃うだけでループが成立する無限リソースなのだ。僕の効果がこの通りで、攻撃表示の蘇生効果になぜか同盟ターン位置も同盟蘇生の制約もないから、2体さえ揃えればお互いにお互いを蘇生し合って、無限にリンクやシンクロの素材になれるのだ。まあ特にシンクロにおいては、ファラオの化身、クトグア、ダイガスタエメラルを追加で加えると無限ドローもできたりするんだけど、それはまた後々紹介するのだ。それでは次に、採用カードについても紹介していくのだ。こちらがデモンスミス展開のみを考慮した最低出張枚数のカードなのだ。エクストラの枠は4枚余っていて、実際はギャラクシーフォトンも入れて初動をかさ増ししたりするんだけど、まずはこの重要なカードたちから紹介。人通りのカードを紹介していくから、ここで少し長くなるのは許してほしいのだ。まず紹介するのは初動に該当するデモンスミス関連のカードたち。初動以外のカードは基本1枚だけの採用で、残りの1枚初動であるデモンスミスは2枚採用。トラクトースは最低限の構築なら1枚、初動をかさ増しする場合は3枚採用なのだ。そしてこれらのセットはイゾルデ展開へつなげるためのもので、ペアトからは次に離すカードを落とすのだ。次に離すのがイゾルデへつなげるためのフォトンジャンパー、ギャラクシーゼロ、リトルナイトなのだ。フォトンジャンパーはベアトから落とす本命で、丸2効果の墓地へ送られた場合のサーチ効果を狙うのだ。最低限で済ませるなら2枚採用。ギャラクシーフォトン構築に寄せて初動をかさ増しする場合は3枚採用なのだ。ギャラクシーゼロはフォトンジャンパーからサーチするカードで、墓地のギャラクシーかフォトンモンスターを蘇生できる装備魔法なのだ。これでサーチ元のフォトンジャンパーを蘇生すれば、戦士族を1体供給できる。つまり、レアとの時点でリンク値が確保されてるから、これで適当な戦士族リンクを出せばイゾルデを出すことができるのだ。そしてそのイゾルデ展開で使われるセットがこれらのカードなのだ。イゾルデ展開の目的はテレフォンループセットを揃えること。枚数が多いから、この辺はざっと話していくのだ。要のイゾルデはもう説明不要だから省くとして、当然装備魔法も省くとして、イゾルデからリクルートするのが終末の騎士なのだ。展開力が余ってる場合は直でサモンプリーストを落として、ビュガレスで蘇生。逆に余ってない場合はゼピュロスを落として自己蘇生。ギュガレスの蘇生で終末の騎士を使い回してここでサモプリを落とし、適当な魔法使い族リンクを出してセレーネをリンク召喚すれば、効果でサモプリを蘇生できるのだ。それでサモプリからリクルートさせるのはレスキューフェレットで、フェレットはリンク先に、レベル合計6まで任意の数だけ好きなモンスターをリクルートできるのだ。ただ効果を使う前に、フェレット以外のモンスターすべてを素材にスカルデットを出す。役割はリンク先確保兼その後に出すジーランティスの下敷き兼4素材ならドローで自己ケアする要因なのだ。その後にフェレット効果を使用して、僕、機構長、ソリティア目的に合わせた好きなレベル3を呼び出す。無限ドローをする場合は、レベル3の枠がファラオの化身になるのだ。僕自身はもう語るのを省いて、機構長はもう一体の僕をリクルートする役割なのだ。ただ、フェレットからリクルートした状態だと効果が無効化されてるから、スカルデット一体を素材に出せるジーランティスで除外リセットする必要があるのだ。除外リセット後は効果を使えるようになるから、あとは機構長の効果でもう一体の僕を出せば、テレフォンループ自体は成立なのだ。とはいえこの最低限の出張だけだと初動が乏しいから、このようにギャラクシーフォトンでかさ増しするのだ。ギャラクシーフォトンに寄せる理由は3つあって、1つ、そもそも展開にギャラクシーフォトンが絡んでいるから自然と混ぜれること。2つ、
テーマ内に戦士族が多いから適当な展開から直でイゾルデへつなげれること。そして3つ、テーマ内にあるグリフォトンおよびギャラクリボーが光属性悪魔族だから、ギャラクシーフォトン展開からでもデモンスミス展開をできるのだ。これで実質的な初動が増えているから安定した構築になっているのだ。さて一通り話を得たところで、次はデッキ例について紹介していくのだ。デッキ例としては、デッキ紹介パート44で取り上げた超熱血球児で先行ワンキルする構築だったり、無限ドローを取り入れたエクゾディア先行ワンキル構築、コモンメンタルワールドでシンクロ召喚するたびにバーンを与える先行ワンキル構築も考えられるのだ。まあやろうと思えば何でもできるから、いろいろ試してみると良いのだ。そして本動画で試しに使っていくデッキは、創世神ティエラを出す構築なのだ。ティエラも地味に光属性悪魔族だからトラクトースでサーチできるのだ。ファラオの化身、クトグア、ダイガスタエメラルのセットで実現できる無限ドローからでも引き込めるし、同様に無限ドローから引き込めるアクアの臨床からティエラのリセット効果後の後続も確保できるから決めきることもできるのだ。とまあこんな感じでデッキを用意したから、次はソロモードで回し方を紹介していくのだ。それでは早速パターン1、召喚剣を使わないデモンスミス初動の動きから解説していくのだ。まず手札のデモンスミスの効果でトラクトースをサーチしたトラクトースも発動してルリーをサーチしつつ即墓地へ落とし、ルリー自身の効果で自己蘇生するのだ。次に蘇生されたルリーを素材にデモンスミスレクイエムをリンク召喚したレクイエムの効果を発動し、もう一体のデモンスミスをデッキからリクルートするのだ。その後墓地のもう片方のデモンスミス効果も発動し、適当な光属性悪魔族をデッキへ戻して自己蘇生。場のデモンスミス2体でデモンスミスセクエンチアをリンク召喚し、効果で1体のデモンスミスを墓地に残しつつ他を素材にラクリモーサを融合召喚された場合のラクリモーサ効果も発動。墓地から残しておいたデモンスミスを蘇生するのだ。場にレベル6が2体揃ったから、これらを素材にベアトリーチェをエクシーズ召喚。エクシーズ素材を1つ取り除いて効果を発動し、フォトンジャンパーを落とす。この時取り除く素材はデモンスミスにすると後々バーン効果を使用できるからお得なのだ。その後墓地へ送られたフォトンジャンパーで戦士族供給につながるギャラクシーゼロをサーチ。まあ今回はすでに手札にあるから適当サーチでいいのだ。あとはギャラクシーゼロを発動してフォトンジャンパー蘇生して戦士族を供給し、さらに場に残ってるモンスターを素材に適当な戦士族リンクも出せば、最初の展開目標であるイゾルデに到達するのだ。そして次の展開目標は、ここからテレフォンループ一式を揃えることなのだ。まずフェニックスギアブレード含む装備魔法4枚をコストに、デッキから終末の騎士をリクルート。その時もろもろの効果が発動し、終末の騎士でサモプリを落としつつフェニックスギアブレードを回収。今回は展開余力があるから直接サモプリを落としてるけど、余力がない場合はゼピュロスを落とすのだ。それで余力がある場合はここからゼピュロスの代わりに他でレベル4を供給してギュガレスをエクシーズ召喚。ギュガレス効果で直接サモプリを蘇生するのだ。余力がない場合は終末の騎士蘇生で使い回してサモプリを落とし、その後ダルク、セレーネでサモプリを蘇生する流れなのだ。蘇生したら回収したフェニックスギアブレードコストに効果を発動。デッキからレスキューフェレットをリクルートし、さらに展開余力がある場合はここでモンスターを追加して、フェレット以外を素材に4素材スカルデッドを出すのだ。展開余力がなくても、少なくとも2素材スカルデッドは確定してるから安心するのだ。ただここで、4素材スカルデッド効果で4ドロー3戻しができると、自己ケアできたり後の展開目標に必要なカードを引き込めるかもしれないからやれるとお得なのだ。今回のドローでは後々必要なアクアの臨床を引けたのだ。スカルデッド後はフェレットの効果を発動して、リンク先に僕含むループの一式を効果無効状態でリクルート。無効状態のままだと使えないから、スカルデッド1体を素材に G ランティスをリンク召喚。G ランティス効果で一時的な除外でリセットし、効果を有効化。この動きをすることで、効果無効状態も解かれてるのだ。あとは気候超地震をリリースして効果発動。デッキからもう一体の僕をリクルートすればテレフォンループの準備も整ったのだ。そして最後の展開目標は、テレフォンループで無限ドローして、後続を確保しつつソリティア目的のティエラを出すことなのだ。仕組みは簡単で、
ファラオの化身はシンクロ素材になると名称単一なく自己蘇生できるから、これを利用してクトグアを連打し、都度ファラオの化身を蘇生しつつクトグア2体を素材にダイガスタエメラルをエクシーズ召喚。クトグアの素材になった際の名称単一の内効果が2枚分発動して2枚ドロー。さらに素材のクトグアを取り除いてエメラル効果も発動させて、墓地に存在する可能な限りのクトグア含むモンスター3枚をデッキへ戻しつつ1枚ドロー。その後再び僕とファラオの化身でクトグアをシンクロ召喚すると、クトグア効果で場のエメラルを EX へ戻せるから、また使い回すことができるのだ。あとは同様の手順でもう1体クトグアを出し、再びエメラルを出せばまたドローができるのだ。ここまで見てなんとなく理解できたと思うけど、エメラルの墓地のカードをデッキへ戻しつつドローする効果と、クトグアの場のエメラルを EX へ戻せる効果によってループが発生しているのだ。1ループごとに3ドローできるし、時間がかかるループでもないからそこそこ効率は良いのだ。あとは必要なカードが揃うまでループを続ければ、ソリティアも終わりなのだ。仕上げにアクアの臨床を発動。手札から次のターンサーチしたい後続を除外することで、次の自分スタンバイフェーズに除外したカードと同名のカードを2枚までサーチできるのだ。次の自分スタンバイフェーズだから、キエラによるリセット効果の影響も受けないのだ。準備も完了したから、場と手札から10種類のカードをデッキへ戻して、創世神ティエラ、降臨。降臨時効果で場と墓地と手札のカード全てをリセット。これで綺麗さっぱりなくなったのだ。人通りの展開としては以上なのだ。次からは別書道での展開パターンも一部紹介していくのだ。次に紹介するパターンが、ギャラクシーソルジャープラス適当な光属性手札コストの2枚初動から動ける展開なのだ。ギャラクシーソルジャーは手札コストで SS できて、SS 時にギャラクシーモンスターをサーチできるから、これでルール上ギャラクシーカードのギャラクリボーをサーチすればデモンスミス展開へつなげれるのだ。これはギャラクリボーが貴重な光属性悪魔族だからこそなせる展開で、おかげでナンナの採用枠を節約できるのだ。あとはおなじみのデモンスミス展開からベアトまでやって、イゾルデまではパターン1と同様の動きをするのだ。ここからは少し展開が異なるんだけど、展開余力がないからパターン1でも軽く触れた通り、週末の騎士ではゼピュロスから落としていく。ゼピュロスは展開余力がない分を補ってくれるから必要な存在なのだ。ただし4素材スカルデッドは無理だから、この時点で運悪く手札事故が起きてたら諦めるのだ。ゼピュロスを蘇生したら週末の騎士と素材にデュガレスをエクシーズ召喚。効果で週末の騎士を蘇生して使い回し、この時にサモプリを落とす。落としたサモプリは場の余ってるモンスターたちを素材にダルクセレーネと出して、セレーネ効果で蘇生するのだ。後の展開はほぼパターン1と一緒で、スカルデッド、フェレット、ループ一式、ジーランティスの順で出していく感じなのだ。最初の初動や展開こそは違うけど、目指す地点は一緒だから練習すれば覚えられる範囲だと思うのだ。以上、パターン2のテレフォンループまでの展開だったのだ。最後に、おまけのパターン3も少しだけ紹介するのだ。最後に紹介するパターンは、適当な戦士族フォトンと SS できる戦士族フォトンモンスターから動ける、シンプルなイゾルデ展開なのだ。フォトンモンスターは SS できるのが多いから、適当な展開からでもイゾルデへつなげれるのだ。このデッキは基本2枚初動だから手札状況に応じて展開が変わるけど、とりあえずここまで紹介した3パターンさえ覚えとけば応用もやりやすいと思うのだ。さて、ここまでの話を全て踏まえた上で、そろそろランクまでの実践もしていくのだ。ここからは私も実況に参加するわ。デュエル。手札にゼロとハンドレッド両方あるから、ハンドレッドで誘発を釣るのだ。実際にはこの時点で反応あるのよね。反応の正体はうららだったのだ。ただ特に支障はないから、このまま手札にあるギャラクリボーから展開していくのだ。ここからは先行の回し方でも話されてたデモンスミス展開とほぼ一緒ね。今回のパターンだとギャラクシーソルジャーがいないけど、ゼロで余分にモンスターを供給できているわ。その通り、手札に合わせてちょっとしたアドリブを聞かすのが大事なのだ。今回のパターンだとさらに、ベアトリーチェからはフォトンエンペラーを落とすのだ。すでにフォトンジャンパーの効果は使用済みだからよね。その通りなのだ。フォトンエンペラーは自己蘇生できるかつ、光属性の召喚権も増やしてくれるから、こういう時に地味に便利な存在なのだ。
ここからはイゾルデ展開だわ。親の顔より見たイゾルデ展開。もっと親の顔を見ろてっき。それで、今回のパターンだと展開余力がない感じよね。その通り。だから先行の回し方パターン2のイゾルデ展開をするのだ。その場合だとスカルレットで自己ケアはできないけど、今回の手札なら大丈夫そうね。60枚の層は厚いから事故は起きづらいのだ。とはいえこの余力がないと大回りな展開は割と秒数消費するからループできる回数が限られて少し心もとないのだ。ゼペロスやセレンヌを挟む分展開数が増えてるもんね。ループするデッキとしてはその秒数が痛手なのだ。そうなると、ソロモードで止まらない速さで回す練習が必要かしら。練習必須なのだ。それで展開の話に戻るけど、一式のリクルートが通ったからあとは G ランキスで除外リセットするだけなのだ。ここまででだいたい遅回しでも残り150か160秒、早回しなら180か200秒ぐらい余ってて、1ループで早くても30秒弱、遅いと40秒くらい消費するから、最低でも 3,4 ループを前提に動くのだ。1ループで3枚ドローだから、60枚構築だと全ドローは難しいのかな。だから僕としては、こういう無限ドローよりパート44のような確定で揃える構築を推奨するのだ。とはいえ無限ドローも否定はしきれなくて、ガイガスタエメラルのドロー効果の過程でスカルデッドを EX へ戻せるから、3,4 ループ目の最後に4素材スカルデッドを出せば一気に4ドローを見れるのだ。なんでスカルデッドボーメ単一ないんだ。まあつまり、無限ドローループだけだとドロー枚数が心もとないけど、4ドローを見れることも含めると、高い確率で成立しやすいのだ。ただ後続確保を諦めるパターンも多くなるから、その分最後まで決めきれないという事態も発生するのだ。とりあえずティエラさえ出せればよし。ちなみに今回もその例に漏れず、ここまでティエラやアクアの臨床を引き込めてないからギリギリで、残り秒数も7、80秒ぐらいだから、そろそろスカルデッドも視野に入れないといけないのだ。余裕がない。ティエラを引き込める要因が来ても後続確保は諦めた方が良さそうね。おお、最後のループでデモンスミスを引けたから、これでトラクトースからティエラのサーチをできたのだ。これでもう出せるから、場と手札から10種類のカードをデッキへ戻して、創世神ティエラ、降臨。降臨時効果でバト墓地と手札のカードすべてをリセット。後続確保はしていないから、これであとはトップ勝負ね。こちらが攻め切るか、またはディスティニードローするかで勝敗が決するのだ。相手は1枚初動を引けずにターンを返してきたわね。こっちも動けるカードは引けなかったのだ。とはいえ相手もそう都合よく引けないはず。どうせ誘発。このまま押し切れると思ってたか？私が来たんだぜ。内側で仕事しなくていいから。まずい。展開されてるのだ。やべえよ。ちょっと待ってください。待って助けて待ってください。お願いします。神は死んだんだ。完全にトップ負けなのだ。デモンスミスにとどめを刺されてこちらの敗北。対戦ありがとうなのだ。対戦ありがとうございました。とまあこのように後続確保していないと負ける場合もあるのだ。アンキルした方が早そう。それはそう。さて、実際のデュエルも見せれたし、あとは最後に弱点と他構築との比較についても触れて終わりにするのだ。解説頼むわ。今回の動画で紹介したギャラクシーフォトンに寄せた構築の弱点としてはこの通りなのだ。まあ確かに、あの構築だと無限ドローは不向きよね。とはいえ使うメリットがでかくて、やはり誘発に強かったり、フォトン展開やデモンスミス初動からは召喚権なしでも動けたりと、それ相応の使う理由があるのだ。パッド44でジーフワロスを貫通したのが印象的だわ。それで他構築との比較なんだけど、デモンスミスが実装される前のフォーマットスキッパー初動構築との比較なのだ。フォーマットスキッパー初動の弱点と強みはこの通りで、誘発に弱く貫通力がない分、1枚初動が豊富で40枚構築でも安定したり、確定で4素材スカルデッドによる自己ケアができるのが強みなのだ。ギャラクシーフォトンとはまた違う使い心地ね。今回はあくまで最新のギャラクシーフォトン構築の解説がメインだからこっちの構築を深掘りしないけど、デッキ紹介パート39の動画である程度は解説してるから、こっちの構築にも興味があれば見てみるといいのだ。しっかりと宣伝もしていくスタイル。
以上、長くなったけどこれで解説は終わりなのだ。初めての解説動画だから拙いところもあったと思うけど、これで少しでもテレフォンループデッキの参考になれたら幸いね。今後も定期的にテレフォンループの動画や要望があればまた解説動画を作ると思うから、これからも見てくれると嬉しいのだ。それではまた別の動画でお会いしましょうね。バイバイなのだ。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、ためになったと思ったら、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。他にも土日に参加型といったライブ配信をしたり、このチャンネルをより楽しむためのメンバーシップコンテンツなどもあるよ。興味があれば、ぜひ体験してみてね。それでは、また次の動画で会いましょうね。バイバイ。